椿だぜ。チカなのよ。今回はメガ CD のシャイニングフォース CD をプレイしてもらうわよ。やったぜ。これ遊んでみたかったんだ。本作は未プレイなのよね。確かゲームギア版の移植だよな。そうね。詳しい解説は説明パッドで行うわ。本作はメガドライブミニ2にも収録されているぞ。遊ぶならそっちがおすすめよ。実機の場合データの引き継ぎにはバックアップラムカットリッジが必須なの。うわ、これサターンのやつでもろくに動くやつないじゃないか。というわけでデータの引き継ぎはできません。教えてチカちゃん。はい。本作はさっき椿さんが言った通り、ゲームギアで販売されていた外伝の移植作なの。外伝2作品を収録してメガ CD オリジナルのストーリーを加えたものなんだと聞いているぞ。どちらから始めても OK で両方クリアすると、オリジナルの第3章が登場する仕組みなの。それぞれのクリアデータからキャラを引き継いで第3章をプレイすることができるのだけど、メガ CD の記憶領域がクソ小さいのでセーブデータが1つしか保持できないの。それ3章はプレイできるのか？一応クリアフラグだけのメモリが1ブロックで生成されるので、3章に進むことはできるけど育成データは引き継げないの。その場合はある程度育成されているデフォルトのデータでプレイすることになるわ。スパロボ F の完結編だけ買ってきた感じになるのか。地味にゲームギア版のシャイニングフォースは3作品あるの。本作の追加シナリオとは別件の内容なので、こちらを遊びたい場合はゲームギア版で遊ぶ必要があるわ。今ならゲームギアミクロのイエローがおすすめね。外伝3作品とアルルのルーが遊べるのよ。これ、バカかと思うほど小さいんだよ。老眼には辛い。ピエンツバチカ。それではゲームを始めていくわよ。これって前作シャイニングフォースとは地続きの物語なんだよな。あの戦いから20年後の物語になるわね。復興したガーディアナから物語は始まるのよ。もしかして知ってるキャラが出てきたりする？むしろオープニングでは知っているキャラしか出てこない勢いなのよ。絵描きさんが変わってるので雰囲気は違ってるけど、前作をプレイしていると嬉しい展開だと思うわ。それは楽しみだぜ。アンリ女王？前作のエンディングでも触れられていたでしょう。そういえばアンリを中心に国を復興させるって話だったな。平和なガーディアナに南のサイプレスという国からヤベえ奴らがやってきたのよ。この国、いっつも攻め込まれているな。いわゆる外交的な挨拶なのよ。どう考えても敵って面してるぞ。人を見た目で判断するのは良くないことですよ。人じゃねえだろ。っていきなりスパーク。いきなりスパーク。これも戦争不可避だよね。っていうか今まさに開戦してるよね。さすがに庭先でいきなりスパークさん使われたらビビるわ。顔ぐらつきのキャラだぞ。この人は前作の剣なのよ。マジかよ。残念ながら閣僚入りしているキャラなので仲間にはならないの。その代わり彼らの子供の世代が本作のメインキャラクターになるわ。シャイニングフォース2世的な。開幕から敵幹部が顔を見せに来る展開ね。つかみはバッチリだな。名前しか知らない敵を追う展開よりは分かりやすい。とりあえず今回やってきたのは3人のようね。これが今作のアンリなのか。今はガーディアナの女王様。目の前でモブ兵士が3人やられている割には丁寧な対応。レベル1兵士だとすれば3人でも金貨30枚で生き返るやろ。命が安い。無礼な客人は自分たちをサイプレス国の使者、大神官ウォルドルと名乗るの。国王からの贈り物を届けに来たという話よ。すぐに仲を改めるように促しているぞ。ヤベガス的なものを浴びてアンリ女王は永遠の眠りについてしまうのよ。その言い方だと辛辣っぽく聞こえるぞ。呪いの類なのよ。呪いを解きたくばサイプレスの言いなりになるしかない的なお話なの。いきなり大きな問題が発生するところからスタートなんだな。そうね。前作はちょっと未適的な軽い調査からのスタートだったわね。服従するか戦争するか、どっちにしても一回サイプレスまで来て頂戴的な形で敵は帰ってしまうの。そして新たなシャイニングフォースが結成される流れなんだな。かくてガーディアナ国は邪悪なる者との戦いに巻き込まれていくのだった。アンリ女王にかけられた永遠の眠りを覚ますため、ガーディアナはサイプレスによりすぐりの精鋭たちを差し向けたのだったか。はい、よりすぐりの精鋭とやらを差し向けるもおとそ話なのよ。お前ろうだったのか。すっかり大臣顔になってしまって。20年で老けすぎ。ホビットって老けるの早かったりするの？ホビットは人間よりも長寿なのよ。33歳で成人を迎えるそうなのだけど、そもそもホビットはトール金のオリジナルなので、勝手に使うと怒られかねない案件なのよ。ドンキーコングのコング的な部分だな。そういう意味では本作オリジナルの設定があるのかもしれない。誰か来た。
はい、ここで若き戦士たちが追加の部隊として名乗りを上げるのよ。ラグの一人息子だと母親は誰だ？前作のメンバーの中でカップルが成立しているのかどうか、そこはちょっぴり気になる部分で。一杯来た。ハンスの息子、リンクさんじゃないか。オフコースとか言ってる。正直親父は大したことなかったぞ。母親は誰なんだ？気になる。ゲーム世界では母親の髪の色を子供が引き継ぐのが定番。ゴンブおじさんってことは甥っ子か。本作は2と同様に文句用の武器があります。この感じだとヒーラー枠はこいつか。美人姉妹の末っ子だと？はい、突如現れた3人目の姉妹。ウエンディちゃん。ロールはタオと同様に魔法使いになるわ。こっちはケンの息子なのか。アピスくん、頼れる騎士様なのよ。前作は無駄に騎士が多かったけど今回は大丈夫？本作はそもそもキャラもそんなに多くないのよ。ゲームのボリュームも前作の半分程度なの。そうなのか。前作は全8勝だったところ、今作は4勝。バトル回数で言えば20ちょいになるわ。その規模のゲームが3つ入ってるってことなら、ボリュームは 1.5 倍ってことだな。はい、ケンは別にリーダーがいると見抜いてしまうの。マックスだと。ケンは思わず前作主人公の名を口にしてしまうのだけど他人の空似だったのよ。20年経ってるんだろ。さすがに本人ってことはないだろう。一緒に戦った仲間が見間違えるくらい似ているってことで納得しておいてちょうだい。プロンプトって前作で古代人が住んでいた国だよな。アホのふりしてるデブばっかりの国ね。主人公となるニックは修行の旅をしている若者なのよ。っていうかニックかわいい女の子みたいだぞ。本作は基本的に前作シャイニングフォースと同様のシステムなの。転職はレベル10から可能で、2のような派生転職はないわ。転職前は最大20まで。そうね、転職を遅らせる場合は20まで粘れるけど、11以降はパラメーター増加が最大で合計3ポイントと成長が鈍くなるわ。転職しないと装備できない武器が出てきたあたりでささっと転職してしまっていいんじゃないかしら。全4勝だもんな。はい。ガーディアナから船で南に向かうこと数週間が経過しているのよ。このまま進めばあと数日で目的地であるサイプレスに上陸できるところまで進んでいたの。淡い期待は裏切られることになるってことはバトルだな。はい。初陣は船の上になるわ。定番の脱出魔法であるリターンを使うと、何事もなかったかのように陸に戻るわ。そこは船の中の本陣にしておこうぜ。まあこの初陣なのだけど、マジで楽勝のチュートリアルみたいなバトルなの。初期装備がかなり強いので難なくクリアすることができると思うわ。察したぞ。船が沈んで装備が没収される流れだ。はい、その通り。そういう意味では装備面で有利が取れる初陣でリターン稼ぎしておくのもありだと思うわ。なるほど。ボスのダックメイジ以外は全て疲弊となっているわ。インキュバスとオオコウモリか。全員初期装備で守りのリングを装備しているので、物理攻撃は大して怖くないのだけど、インキュバスはブレイズの魔法を使うこともあるので注意よ。こいつは優先的に倒さないといけないな。ボスのダックメイジはブレイズ2を使ってくるの。HP の多いやつを前に出して仲間同士でも隣接しないように注意だな。ニックくん棒立ちやないか。リラックスは大事。3打目か。割と痛い方。レベルアップして防御が2上がれば1打目にできると考えれば大したことないぜ。ケンの息子、硬い。レベル1の初期メンバーというのは一つの強みで、転職前に20まで育成すれば他の騎士より強くなるわ。ハンスの息子。前作同様にエルフは森マップでの移動制限が緩和されるの。この子は大基盤性タイプで転職後のレベル10以降にステータスがよく伸びるのよ。この子はタオと同じ感じ？そうね。基本的にはブレイズの使い手ってことではタオと似た感じなのだけど、この子はフリーズも3まで習得するわ。ここでちょっとした小技を紹介。初期装備はバトル1クリア時に失われてしまうのだけど、守りのリングは事前に捨ててしまえば後で買い戻せるの。捨てることで掘り出し物に並ぶんだよな。金貨1万枚と高額なので、買い戻せるのは結構後にはなるけどね。最終的にお金は余るしな。はい、バトル1をサクッとクリア。本当に余裕だったな。というわけで船が沈みます。前作でも速攻で燃やされたり、すぐに壊れたりしていたよな。ザコダックメイジさん、ここで自爆。割と大丈夫そうに見えるけど。こう見えて船底まで行っちゃってるの。そういうことにしておいてちょうだい。全員海に飛び込んで島まで泳げって展開か。装備は全部捨てていけ。
流れ着いた浜辺でバトル2がスタートなの。補給とか村とかなしかよ。このバトル後に村で買い物もできるわ。今敵に会ったら大変ですよ。フラグ、即、回収。村娘的な人の悲鳴だ。はい、強い兄貴不在のタイミングを狙って、魔物が襲ってきた的な展開なのよ。人外だらけなのに人間の娘に浴場してるのか。ゴブリンスレイヤー的な悲劇が起こる前に駆逐するのよ。ウジ虫まで行っちゃう。アンリ姫の尻触って怒られていた頃の彼はもういないのよ。お姉ちゃん割と強い。邪魔する奴は容赦しねえぞ。ってことでバトルなのよ。手近なものを武器にして戦えとな。各キャラの南側を調べるとしょぼい武器が得られるわ。モンクさんには武器がないので回復でもして回ってるといいわ。あえて北側も調べてみるのだぜ。おめでとうございます。薬草です。1ターン無駄にしたか。こいつは武器がないと。突っ込ませても活躍は望めないのでいい感じの位置で待機ね。木の杖。調べた時点でターン終了になるので、次のターンに忘れずに装備するのよ。コンボ。木の矢。タオの妹、ブレイズだ。魔法は必中。魔法使いはちゃんと活躍できるゲームなのか？残念ながら本作を参考に2が作られているの。したがって後半のインフレについていけない展開も見られるわ。そうなのか。早い段階でブレイズ4を覚えれば魔法使いっぽい活躍もできるのだけど、最終的には2でぶん殴ってると思うわ。それはそれでおもろいやろ。ゴンブの甥っ子、ヒール。姿勢がいい。少しでも減っていたらヒールをばらまいて MP を経験値に変えていくのよ。大丈夫だ、そこは心得てるぜ。はい、バトルにも無事にクリア。火力が乏しくて時間がかかったな。全員その辺りで拾った棒出し仕方がないわ。今わかったのかよ。サイプレスまでは結構距離のある偏僻な島に上陸してしまったの。まさかこんなところから攻めてくるとは思っていなかったみたいね。いや、敵の魔法使いのせいなんだけどな。ほうれん草が大事ってはっきりわかんだよね。これが噂の強い兄貴か。見た感じ、盗賊とか海賊って風情だな。残念ながら文句です。いや別にいいんだけどさ。兵士も出揃ってないこのタイミングで、割とニッチな文句をかぶせてくるのか。確かに欲しいのは僧侶とか疲弊になるわね。ゴンブさんの甥っ子、シグとクラスが被っているのだけど、成長係数的には一応の差別化が図られているわ。どういう違いがあるんだ？シグの方が防御力や MP では優れるのだけど、攻撃力で比較すればこっちのお兄ちゃんが強い感じね。まあ、回復ばらまいていれば無難に経験値が稼げるって意味では育成は楽かもしれない。こうして一行は近くの村に移動するの。なんかダクネスっぽい。本作では村や町は大幅に簡略化されているの。準備ができたら次のバトルに行けばいいんだな。そういう意味では前作以上にシミュレーションより、街中の探索やフラグ立てのようなことは不要になったわ。クリア後にマップをうろうろすることもできない仕様なので、バトル中に見つけた宝箱はバトル中に回収する必要があるの。そっか、前作ではバトル後に回収できていたけど、本作ではそういうのがなくなっているのか。手間が増えたと言えなくもないけど、基本的には有益なものが入っていることも多いのよ。村から出たら早速敵に絡まれたぞ。お話としてはこの先にあるサイプレスの砦を襲撃して、船を奪って本土まで向かうという強攻策なのよ。こいつ仲間にならねえかな。しれっとサポートにが使える厄介な敵。まああんまり使っては来ないわよ。すくすくと進めていくぞ。ラグの息子。強い。守りのミルクをドロップしたわよ。これ、リターンで戻っても増殖はできないよね。できません。5ダメ、結構痛い。運が悪いと2回攻撃されるのよ。ブロンズランサ。今持っているスピアより威力は高いけど、スピアは射程に増すという利点もあるわね。面倒でも両方持たせて適宜装備し直した。このままバトル4に突入なのよ。本陣の実か。境界的なものの役割も本陣に集約されているの。セーブや転職も本陣で行うことになるのよ。変わり映えしないのはあれだが、シンプルでわかりやすい。はい、敵の砦に侵入するのだけど跳ね橋を下ろさないと渡ることができないの。新入りの文句が一芝居打つ流れなんだな。元従業員的な履歴を生かして橋を架けさせるのよ。普通元従業員とか警戒するだろ。
椿さんがろくな職場に勤めてないことは理解できた。バイトがすぐに辞めてしまって余裕で40連勤とかしてた時の話する？しなくていいです。怖いです。はい、橋を架けさせることには成功したのだけど、仲間に知らされてしまいバトル開始なのよ。これバトル4だっけ？バトル4ね。1章と2章は5バトル、3章と4章は6バトル、合計で22バトルの構成になっているのよ。ゲームとしてはコンパクトな作り。最終的にはしっかり強くなるという意味では、展開も早くて遊びやすいタイトルになっているわ。これは右から回っていくステージなんだな。開けたりはできないな。ちょっと遠いけど右の方から侵入するのよ。剣の息子がもりもり成長している。講師ともに優秀。現状で最も頼れる前衛になったわね。そんなことよりウェンリちゃん、講師ともに主人公や戦士より強くなってしまったぞ。ブレイズ売ってる場合じゃねえ。腕力。おや、はい、このステージのギミックとして定期的にドワーフが湧いてくる穴が数箇所あるの。ボスのダックメイジを倒せばクリアになるわ。穴を自分のキャラで塞いでしまえば敵増援は出てこない。うまく利用して稼ぎに使うこともできるのよ。前作ではラフトにのみ合った仕掛けだな。そうね、ラスボス戦では無限に雑魚が湧いてきたわね。おっと、力のワインだ。本作も2と同様に転職時にはパラメーターが低下しないの。でも移動力はクラスの基準値に戻るので注意よ。つまりイダテンピーマンには気をつけろ。ピーマン以外はお気に入りのキャラにすぐ使ったんでいいわ。2と同様にドッキングアイテムは貴重品ではないの。掘り出し物倉庫には預けておけないんだな。魔法使いが妙に硬い。ハンスの息子が1ダメしか与えられなくて困る。お、ブレイズニを覚えたぞ。序盤は頼れる範囲攻撃。次が一生のラストだな。連戦踏みとなっております。セリフ付きのボスがいるのか。セリフはあっても顔も名前もないタイプ。全4章とはいえさすがにまだ敵幹部は出てこないか。シリーズ恒例の戦車っぽいやつ。ブラスガンナーだっけ？見た目の割には柔らか戦車。一応このバトルの責任者になるわ。特に敵の増援も来ないのでカッコ撃破で大丈夫よ。タオの妹、敏捷性も姉譲りか。防御14。そのあたりの魔法使いと同じ防御力ね。これは魔法使いが硬いんだと思うぞ。柔らかい敵を吟味しないとハンスの息子が経験値を全然得られない。そのアーチャーを倒すと鋼の矢をドロップするわ。そいつを持たせれば火力を底上げできるわね。ブレイズに鋼の矢が出たな。基本的に戦闘中にアイテムを渡す場合は持っている人が渡しに行く必要があるのよ。受け取るってコマンドはないんだな。受け取る側のアイテム欄がいっぱいの時は交換も可能なのよ。渡す。ミドルソード。現時点では剣を使うのは主人公のみね。割と頼れる歩兵にはなってきた。成長係数は前作のマックスに似ていて、結構な防御力自慢に育つのよ。そこに主人公用の最強武器が合わさって最強に見えるってやつだな。はい、バトル後も最終局面、新入りの文句が犠牲になりました。あいつ頑張らないと現状ではお荷物だぞ。参入時のパラメーターが低くて前線では活躍しづらい。せめて可愛い系ならドーピングも視野に入ったが、なんで文句が2人もいて両方ブサイク寄りの男キャラなんだよ。そういう部分にバランスを求めないで。だってもう大陸違うし旧作のキャラは出てこないんだろう。だったらもっとこう分かりやすく魅力的なキャラが欲しい。まあ前作と地続きの物語とはいえ、ガチガチに固めて前作プレイ必須ってのもよろしくないから仕方がないわね。ネタバレは避けるけど3章では懐かしいキャラも参戦するのよ。それはちょっと楽しみだな。誰かの子供的な。それは見てのお楽しみ。さて、鋼の矢を装備したハンスの息子、お前やれんのか？やれた。事前に引き算すればよダメは計算できるでしょ。ファイアーエムブレムじゃねえんだ。そういう野暮なこと言っちゃダメよ。ファイアーエムブレムなら計算するのね。よダメだけじゃなくて素早さの差も計算するし、周囲の敵の移動力も全て考慮するよ。そうしないと生き残れないものね。何カメが怖い鳥が来たぞ。前作の鳥夫妻の子供ってわけでもないよな。この鳥さんはサイプレスに対するレジスタンスに属しているの。ガーディアナ軍と合流することで国家転覆を狙っているのよ。テロリストみたいに言うな。こうして一行は船を手に入れてレジスタンスの本体と合流することになるの。
目的地はアスリート島。そこにレジスタンスの基地もあるらしいの。仲間も歓迎してくれるか。すでに壊滅してる系の流れじゃないのか。船ってこれボートじゃねえか。鳥人間に船の良し悪しはわからないのかもしれない。とりあえず第1章は無事にクリアだな。次の目的地はレジスタンスの基地があるアスリートという島ね。サイプレスの本拠地は遥か彼方にあるのか。進捗度で言えば 25% くらい終わっているが、次回で折り返しってペースのゲーム展開になるわ。心配になるくらい慌ただしいな。つばちか。はい、1章をクリアしたところで今回はここまで。似たようなゲームの連載を抱えすぎるのもどうかと思うぞ。本作は過去に行ったアンケートで2位のご要望をいただいているの。いずれプレイするタイトルの候補ではあったのよ。ただこれが片付くまではメガ CD が他のゲームに使えないのよ。本体の記憶容量ほとんど食っちまうと過鈍なデータ量だよ。本体のバックアップ容量がほど小さいのよ。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。 Twitter もやってます。チャンネル説明にくっついてるリンクからフォローできるわよ。最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。作業の簡略化に伴い椿ポイントは消滅しました。ノリでつけてたけど結構手間なのよ。よほどのことがあれば瞬間的に復活するかもしれない。今回のオープニングも絵柄が前作と同じなら泣いていたかもしれない。私よりは案外すぐ泣くのよ。ちかちゃんだって夏目友人帳で毎回泣いてるだろ。あれはそういうものなのよ。